オートミールフレンチトーストを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、オートミールフレンチトーストを作っていきたいと思います。以前私のチャンネルでもね、オートミールフレンチトーストレシピをご紹介してるんですが、前回作ったレシピはですね、電子レンジを使ってまずオートミール蒸しパンを作って、それからその蒸しパンをフレンチトーストにしたんですが、今回はですね、その蒸しパンにする手間を省いたレシピをご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。オートミール、牛乳、卵、蜂蜜、無塩バター。今回はこちらの材料で作っていきます。まずオートミールですね。今回はこちらケロックのオートミールを使用していきます。オートミールもね、いろんな種類があると思うんですが、クイックオーツかまたはインスタントオーツを使うようにしてください。そうするとね、馴染みが良くなります。そして牛乳ですね。こちらは豆乳やあとはアーモンドミルクなどで代用していただいても OK です。卵に関しましては L サイズを使用していきます。そしてですね、蜂蜜を加えてちょっと甘さにコクを出していきます。こちらはお好みの通りを入れて作ってみてください。そしてバターに関しましては今回無塩バターを使用していきますが、有塩バターでも OK です。有塩バターを使うと少し塩味が入った仕上がりになります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずオートミールを耐熱のボウルに入れてください。使うオートミールはこんな感じですね。ちょっと細かくなってるものになります。粉砕まではしなくて大丈夫なんですが、こういったクイックオーツを使っていただくといいかなと思います。そしたらボウルの中に入れましょう。ボウルに入れたらここに牛乳を加えます。全部ね、一度に入れちゃって OK です。そしたらこちらをよく混ぜます。ちょっとね、この時にオートミールを潰すイメージで混ぜてみてください。はい。そして軽く混ぜたら上にふんわりラップをかけます。そしてこちらを電子レンジ 600W で1分加熱してください。はい。1分加熱しました。ラップを外します。そしてもう一度よく混ぜてください。先ほどよりね、オートミールがふやけた状態になります。このようにね、20秒くらいですね、混ぜてみてください。はい、OK です。そしたらこのままだいたいね、3分ほどふやかしてください。はい、3分経ちました。そしたらですね、この中に直接卵を割り入れてください。今回ね、卵は L サイズ使ってるんですが、M サイズでも大丈夫です。そしたらよく混ぜましょう。この時もオートミールをちょっとすりつぶすイメージで混ぜてみてください。はい、よく混ざれば OK です。それでは最後にね、蜂蜜を加えます。そしてよく混ぜましょう。フレンチトーストの生地はこれで完成です。ただですね、焼く前にこのまままた3分ほどですね、生地をなじませてください。それでは焼いていきます。今回はこちらの卵焼き器を使って焼いていきます。大きさが約18センチ ×14 センチの卵焼き器になります。そしたらですね、まずアルミホイルで蓋を作っていきます。火にかけない状態でアルミホイルをかぶせて、そして蓋にしていきます。はい。で、このようにね、形作っておいてください。そしたらここにバターを置いてください。そして火にかけます。火加減中火です。バターをね、全体に広げましょう。はい。で、全体に引いたらね、バターは一旦取り出します。そして火加減弱火にします。そしたらですね、こちらの生地を流し入れましょう。一度に入れちゃって OK です。そして入れたら蓋をします。そしてこのままですね、弱火で5分ほど焼いていきます。はい、今ね、5分ほど経ちました。蓋を取ります。そうするとね、この周りの部分がちょっと固まってきて、あと真ん中の部分がね、今半熟状態になってるぐらいです。火加減によってもね、加熱する時間が変わってくると思うんですが、このような状態になるまでまず蒸し焼きしてください。そしたらですね、ゴムベラを使って半分に折りたたみます。
こんな感じで半分に折りたたんでください。軽く押さえつけます。あとはですね、このまま蓋をしない状態で両面に焼き色をつけていきます。火加減はね、そのまま弱火で OK です。弱火でね、じっくり火入れしていきます。半熟の状態でね、折りたたんでいただくことで2つの生地をぴったりくっつけることができます。はい、で弱火でね1分ほど焼いたらちょっとずらして、こちら側に余ったバターを入れます。そして溶かしましょう。半分ぐらい溶けたら裏返します。よいしょ。そして片面もね焼き色をつけてください。あとはですね、このようにフライパンの縁を使って形を整えます。片面もねだいたい1分ぐらい焼いてみてください。そして火を止めます。これで簡単なフレンチトーストの完成です。2つに折りたたむことでこのようにね食パンのような厚みを出すことができます。それではお皿に移したいと思います。はい、これでオートミールフレンチトーストの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね2つに折りたたむことでふわっとしたフレンチトーストに仕上がってます。そして最後はですね、こちら分量外ですが上にメープルシロップと粉糖をかけてます。こちらはお好みでやってみてください。ではね切りたいと思います。はい、断面はこのような仕上がりになってます。こんな感じで分厚くてふわふわに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。もうね柔らかくてふわっとしてすごく美味しいです。そしてねこのフレンチトーストの厚みがあるので食べ応え抜群です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のオートミールフレンチトーストのポイントです。まず今回牛乳を使ってるんですけれども、こちらは豆乳やあとはアーモンドミルクなどで代用していただいても OK です。お好みのものを使って作ってみてください。そして使うオートミールなんですが、オートミールもねいろんな種類があると思うんですけれども、クイックオーツかもしくはインスタントオーツを使うようにしてください。そうすることで水分との馴染みが良くなってふわっとした仕上がりになります。もしロードオーツなどを使う場合は粉砕して使っていただくといいかなと思います。そしてまずはじめにですね、オートミールと牛乳を合わせてその後電子レンジで1分加熱してください。今回私はね 600W の電子レンジを使ってるんですけれども、もし 500W しかないよっていう場合はプラス15秒から20秒ほど加熱してみてください。そして加熱し終わったらよく混ぜて、その後3分ほど置いてオートミールをふやかしてください。そうすることでね牛乳との馴染みが良くなります。そしてその後ですね、卵を直接割り入れてしっかりと混ぜてください。そして甘さに関しましては今回蜂蜜を使用してます。蜂蜜を使っていただくとコクが加わって美味しい仕上がりになります。ただ蜂蜜がダメな場合は他のお好みの糖類で代用して作ってみてください。そして焼く時のポイントです。今回はね卵焼き器を使って焼いてます。もしね卵焼き器がない場合は小さめのフライパンで焼いていただくといいかなと思います。形はね食パンみたいに四角くはならないんですが、同じように半分に折りたたんで作ってみてください。そして卵焼き器で作る場合は蓋がある場合は蓋を使っていただいていいんですが、ない場合は今回みたいにアルミホイルで最初に蓋を作ってそれから焼き始めてください。そして焼く時に関しましては蓋をして弱火でじっくり焼いてください。縁の部分が焼けてきて中が半熟の状態になったら2つに折りたたみます。今回私はですね弱火で5分ほど焼いたんですが、こちらはお使いのフライパンだったりとか、あとは作る環境でもね適正な焼き時間が変わってくると思いますので、縁の部分が焼けて真ん中が半熟になるまで焼いてみてください。完全にね表面まで火が通ってしまうとうまくくっつかなくなってしまいますので、真ん中が半熟の状態で折りたたんでみてください。あとはですね両面だいたい1分ずつ焼いて焼き色をつけて仕上げてください。フライパンの縁の部分を使っていただくと形も綺麗になります。そしてトッピングについてなんですが、こちら分量外なんですけれども、最後にメープルシロップとあとは粉糖を振りかけてます。こちらはお好みでやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はオートミールフレンチトーストを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。
ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。